こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました前人未到の領域に足を踏み入れてしまっている回転寿司に来てみようのコーナーでございまして、本日はこちら魚べいさんにやってまいりました。今ね、回転寿司と言いましたけども、実は最近はこのようにもうね、回転しない寿司になっちゃっておりまして、だから寿司ですね、寿司なんですけれども、こちらメニューも豊富でございますし、サイズ感も常軌を逸しているんですって。なので今日はその大きさを堪能しにやってまいりました。さあ、というわけで入店しまして、こちらタッチパネルでメニューがあるんですね。じゃあ夏のおすすめとか見てみましょうかね。でかいやつ、極上うなぎですって。出た、特大シリーズ。これちょっと今日いきなり特大シリーズバッといっちゃいましょうか。ノルウェー産の大切り生サーモンね。で特大アナゴ天だけで3種類あるんですね。じゃあとりあえずノーマルなアナゴ天で、特大エビフライ100円100円でエビフライ特大、マジで。ジャンボ蒸しホタテバター醤油炙り、マジで。これ何がいいって、お茶をさ注ぐやつさ、なんかグッて押し付けて上から出てくるっていうパターンだと、口つけて飲んだ場所がこっちについちゃったりしてっていうパターンもあるんですけども、これの場合はそうなんないっていうのが素敵ですよね。でメニュー見ていきますと、このように小肌アジイワシとか光り物も充実してます。いや嬉しいね。全部一皿100円で、こういったメニュー数もやっぱりね多いよね。でこのボリューム満点のエビ天巻きとかも、やっぱエビ天がそもそもボリューム満点なのかな。でこう見るとお刺身だけメニューが実は嬉しかったりしますよね。あとオニオンサラダとかベジサラダ、最高じゃん。夏野菜たっぷり、冷やし冷製茶碗蒸し、お野菜系充実ははっきり言って超嬉しい。盛岡冷麺とかあんだ。お持ち帰りメニューがあったりする中で、これなんかさ、ローリングストーンズ入ってんね。ちょっとご注文の品が間もなく到着いたします。はい、来た。はい、来ました。はい、来ました。特大ホタテ、これ来ましたけども、確かにでかい。こんなサイズ感で出てくるの、ちょっと抱え込んでません？ラグビー選手がこれしてる光景ちょいちょい見ますけども、それじゃん。また来ましたよ。はい、来た。サーモンだ。サーモンもでかっ。確かにでかい。ありえないほどでかくはないけどもでかいよ。この2つなかなかよ。ちょっと上から見たら伝わるかな、大きさ。こういう感じです。なんだ今度はなんだ。いやでかっ。なんだこれ。ちょっと待って。はい、ちょっと待って。でかっ。なんだ。はいすいません。でさよなら。いや100円皿、110円のお皿、嘘でしょ。いやエビでかっ。エビすげえでかいね。なんだこれ。ちょっとこっちにはみ出しちゃってるじゃん。でアナゴ天の方かな、蒸気を逸しすぎてるでしょ。いやお皿に収まってないじゃん。全くお皿が意味をなしてないくらい。いやお皿のサイズ感よ。逆にポシェットにボーリング玉詰めようとしてるわけじゃないんだから、どうなってんのこれ。いただきます。じゃあまずはね、大切り生サーモンから行くべく。ではまずはね、サーモンから。うわー、いいねこれ。おいしょ、うまそう。魚べいさん、いやめちゃくちゃ美味しいと思った。甘いサーモンで、シャリもふっくら温かい感じで、シャリもうま、シャリうまで、こちらジャンボ蒸しホタテバター醤油、名前も長い、ビーイング系の曲のタイトルかのごとく長い
状態で、これはもう一気に、いやバターの風味は控えめで、ホタテのうまさを邪魔しない感じで、ホタテジューシーでうまみ抜群で、めちゃめちゃ美味しかったぞ。でエビフライ、何これ、一口でいくの無理なお皿、あれなんだこれ、いや間違いない満足度、そしてサクッとした揚げ具合、うまかったね。でエビ自体もちゃんとねこうやって入ってます。断面ごめんなさいなんですけども、ちゃんと入ってまして、ただでかすぎて、エビがちゃんとでかくて太すぎてエビだけ食べちゃうっていう問題起きましたね。ジャイアントコーン食べようと思ってさ、上の下だけ取ろうとしたらあいつごとボンっていっちゃう時、あれ以来のショッキングな気持ちになりましたけども、いやエビもサーモンもホタテもめちゃくちゃ美味しくておすすめで、穴子ですよね。なんかもうこの光景が変すぎて、ピタゴラ装置のどっかの自分みたいな感じになっちゃってますけども、これお寿司の、やっぱお寿司なんだ、すみません、お寿司であることを忘れちゃうような感じですよね。これも最初はこうやって食べるしかないか。穴子もふっくらでめっちゃ美味しいし、タレつけてね、この衣で揚げてたら結局うまいじゃん、衣とタレがうまいじゃんっていうことになりがちなんですけども、穴子自体のうまさもふっくら味わえました。ふっくら2回入っちゃってごめんなさいんですけども、ではもう1貫のサーモンを食べてしまう前に次の注文いきましょうか。他にもねでかそうなのあるんですよ。ほら、特大うなぎですって、特大という文字が入っちゃってますから、行きましょう。でこれも行きます。これで行きましょう。来ましたよ。待って、マグロだ。はい、マグロ来ました。はい、これがマグロ。おお、すげえ、どんどん来た。2連目は車、3連目は新幹線なんだ。でこれがマグロで、ご注文の品が間もなく到着いたします。はい、イワシも来まして、美味しそうじゃん。イワシも美味しそうじゃん。でこれが特大うなぎ、特大うなぎとイワシのサイズ見ると、イワシの方がでかいんじゃないのかなっていうぐらいのイワシのでかさで、マグロに関しても美味しそうだね。見てください、あちらだって他社を圧倒する大きさ、うまみって書いてありますから、自信満々ってことでしょう。ではちょっと圧倒されたいこっちも行きましょう。よいしょ。いやこれはマジうま選手権、見た目以上に美味しかった。まずね、肉厚感がすごくあって、口の中でのむっとりねっちり感で、とろっと感もなんか、これ普通の赤身だよね。なんかちょっと中トロかかってません？軽く、一皿100円のマグロとは到底思えないクオリティでした。感動だよ。めっちゃ美味しかったな、マグロ。イワシもめっちゃとろけて、うまみばっちり。待って、山椒ちょっとこぼれちゃった。ちょっと上から振っちゃいました。うなぎもこの長さ以上に肉厚でびっくりした。こんなちゃんとした、なんかマグロもこんな入ってんの？切り身めっちゃでか。そうなんだ。ゴロンゴロンゴロンとこう来て、こうの、海苔ももうパリパリ感すごい。出た、ローリングストーンズ。いやこれ何がすごいって、びっくりしたのは
このマグロの切り身だけじゃなくて大葉もありつつネギトロも入ってました。ちょっとクオリティ高すぎたね。ハマチと茶碗蒸しです。どれ注文してもちゃんとしっかり美味しそうで、この茶碗蒸し、いやこのパターン見たことないよ。ジュレだ、だしのジュレかなこれはね。コリコリ感も含めて本当に110円と思えない。このルーレットゲーム対象って書いてあるやつ注文するとルーレットできるんだ。で最後これやって帰りましょう。めっちゃワクワクする。でこれ食べましょうか。ちゃんとこの中に茶碗蒸し入ってんだ。うわ面白いこれ。さっぱりしながらもこのジュレのおかげで割とね味は濃いめに感じる美味しい茶碗蒸しで、何よりねこれ冷たいんですよ。だから猫舌の方には朗報の茶碗蒸しだね。大抵熱々だもんね茶碗蒸しって。ごちそうさまでした。でこれなんですけども、白い機械のガチャガチャどれでもいいということです。元気スピナーよりもこっち行こうかな。お寿司の消しゴムがいっぱい出まして、クマだけよくわかりません。というわけで堪能してまいりました魚べえさんのデカネタ寿司でございましたが、いや衝撃的でしたね。この価格帯のお店でこんなメジャー級のお寿司出てくるんだと。大ボリューム、お皿小さ、お皿が小さいというかネタでかですよね。合ってないっていう、その感じにニヤニヤしちゃう素敵なメニューでしたし、お寿司も美味しかったです。おすすめですので、気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかというのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ。だから紹介しますけれども、コスモツアー2さんからのコメントで、今日中央分離帯の植物に絡まったカセットテープのテープを見ました。20年以上ぶりくらいかな。こういう自分的にはちょっとしたイベントで他人にとってはどうでもいい話ってツイッターとかには不向きじゃないですか。だからここに書きました。ここならいいんだ。ここなら何書いてもいいんだ。誰にも伝えようがないな。でもなんか自分の中でグッときちゃったな。どうしようかな。ハイジ名作劇場のコメントなんかなるんだね。いいけども、マイマイさんからのコメントで、もう少し筋力をつけないと脂肪とのバランスが悪くて美味しくなりませんよ。いいのよ別に。誰かにかじってもらって美味しいって思ってもらうためにいろいろやってるわけではないの。そして京介さんという方が毎日このコメント欄でハイジ大喜利劇場という大喜利コーナーをやってくれてるんですけれども、今回のお題ね、マッチングアプリであれこの人ハイジーさんじゃない？プロフィールに何と書かれていましたかというお題が出されておりまして、それに対してのね答えが四五ヒンゴさんから、幼少時猫に追いかけられた。何そのエピソード。そんなこと言ったことある？そんな経験ないけども、幼少時猫に追いかけられた記憶ないんですけども、そんなに僕ネズミっぽいかな。ネズミっぽいって言われたことはないんだけど。そんで沢田光一さんから、趣味尻尾で虫を追い払う。そんなに馬っぽい？馬っぽいかな。そこまでネズミとか馬とかさ、そんな言われるようなくらい似てるかな。ホリデーさんから、寿司を食う。寿司はね結構の人が食うの。だから寿司を食うってプロフィールに書かれてたからといってハイジーさんじゃないとは思わないよ。寿司食べに来ちゃってますけども、そんな中で藤田和也さんが、すごく誠実で真面目です。なんだこれ。なんかこっぱずかしい。なんだこの答え。あきらちゃんさん、石像これ本当に何？